ぽー、ゆうちゃんです。おはようございます。日本一周が終わって禁酒を始めて今日でちょうど1ヶ月。昨日の夜ウイスキーを抱きしめて眠ったら夢に出てきたので、そろそろ酒解禁しなさいというお達しが出ました。あとずっと欲しかった念願のものが届いたので、これからキャンプに行きたいと思います。初めての YouTube の収益で購入してしまいました。インスタ360です。今回購入したのがインスタ360のクリエイターキットです。もうね、使いこなせるかわからないほどいろんなものがついてます。今からキャンプに行くので、今日はこいつでね、撮影できたらいいなと思ってます。初撮影です。こんな感じの画質です。ちょっとめちゃめちゃ倉庫の中の映像ですが、まだ全然設定とか慣れてないんですけど、このままとりあえずキャンプ場に持ってって、できるところはこれを使って撮影してみようと思います。ただいまの時刻16時45分、やっとキャンプ場に到着しましたが、もう間もなく日が暮れちゃいそうなので、今から急いでテントを設営していこうと思います。結構ね、風が強いですね。急いでちょっと設営して温まりたいと思います。今日はタープだけを使ったタープ泊っていうのを初めて挑戦してみようと思います。ということで設営開始。今日はね、このリュック1個にキャンプギアを詰め込んでみました。果たしてこれだけでキャンプできるかな？まずね、タープを広げます。タープでテント作るの簡単にできるらしいんですけど、ちょっとチャレンジです。今日はまずは2つの手前の角とあと真ん中にペグを打ちました。で、本日初使用です。荒いテントのコンパクトポールを使っていきます。このポールがすごいんですけど、なんかね、めっちゃ軽いんだけど、マトリョーシカみたいに入ってるんだ。番号のところを合わせていくとポールが組み立てられます。すごい。ちょっと暗くて見にくいですが、テント完成しました。明日の朝ね、またちょっと全体図明るいうちに撮ろうと思いますが、ここが居住スペースになります。今跳ね上げてるスタイルなんですけど、この跳ね上げてるここの先を閉じるとフルクローズになります。ポット入れるとこんな感じです。ポットに寝床を作って、手前のところにご飯作るところとか少し作れそうなスペースがあります。あとは一応この屋根が跳ね上げがあるので、この下で焚き火もできそうです。ただいま時刻17時45分ぐらいです。あっという間に真っ暗になってしまいました。先に寝床を作って焚き火とか準備していきます。今日はね、車乗り入れないところなのでリュック一つで来たので、このインフレーターマットにしました。これめちゃめちゃコンパクトです。この電動のエアーで一気に空気が入ります。とりあえずこの寝床のマットが完成しました。あとは寝袋出して完成です。今日はタープだけなので隙間風がやばそうです。耐えれるかな。今日はね、多分タープだけでめっちゃ寒いと思うので、このインナーシュラフとアウターシュラフを使おうと思います。これインナーシュラフは中につけるやつなんですけど、めちゃめちゃあったかいです。これあるのとないのだとだいぶ違う。ちょっとね、入るのが大変なんですけど、入っちゃえばめっちゃあったかいです。そしてこのアウターシュラフめっちゃペラペラなんで、夏とか逆にこのインナーシュラフとこのアウターシュラフだけでもいいぐらいで、中ギンギンになってるので、これを上からかぶせると熱がこもってあったかいっていう感じです。アウターシュラフとインナーシュラフをつけるとこんな感じになります。色が急に派手になりました。今日はストーブたくさんであったかく過ごします。なぜこんなにもストーブがあるかというと、遡ること数日前。
日本一周中にネイチャーハイクのこのガスストーブが壊れてしまったので、代わりにキュービックを買ってみました。そしてですね、ネイチャーハイクの販売元に壊れてしまったよっていうメールを出してたんですけど、1ヶ月ぐらい音沙汰がなくて、もう諦めてたのでこっちを買ったんですね。そしたらですね、なんと昨日、何の連絡もなく交換品が届いてました。ということで、思いがけぬストーブ不合になってしまいました。この一つは壊れてしまっているので、キュービックもせっかく買ったので、使い比べてみようかなって思います。ということで、付け比べてみましょう。結構スムーズにつきました。火も結構大きいですね。ちょっと気をつけないと危ないかなっていう感じです。じゃあ次、このネイチャーハイク。こっちはね、使ったことあるんですけど、よいしょ。なんか1ヶ月ぐらい使ったら、この挙動がね、おかしいというか、結構火がもうボーって燃え上がっちゃうような感じだったので、その後つかなくなってしまったので、ちょっと注意しながら使う必要があります。今は両方ともほぼ新品の状態なので、どちらもいい感じに使えてます。こっちのキューブの方が小型なので、結果的にね、ネイチャーハイクが壊れて、こっちを買ってよかったなって思ってます。ただ色はやっぱネイチャーハイクの方が可愛いです。あと、どれぐらい使えるかですね。今12月の末なので、今シーズン持って来シーズンも使えれば嬉しいかなっていう感じです。はい、全く慣れてないんですが、このインスタ360を使って焚き火をつける様子を撮ってみますね。初めて。ちなみにインカメだと今こんな感じなのかな。暗いですね。結構このスマホの映像と比べると結構暗いですけど、こんな感じで映ってます。ということで、これで焚き火の様子を撮っていく。出るかな。頑張れ。今日はチート火起こしです。こんなちっちゃめに割った薪を結構持ってきてたのでラッキー。今日は着火剤を使います。結構ね、いろいろ忘れ物しちゃってて、なんか火起こしをするためのファイヤーライターとかを持ってきてたつもりだったんですけど、それもなく、結果いつもの文化焚き付けさんにお世話になります。いつもの着火剤。暗いね、やっぱりね。ファイヤー一気に。このね、カメラで映った映像結構暗いかもしれないです。ちょっと編集を楽しみに。乾杯。やっとキャンプサイトが整ったので乾杯のお時間となりました。寒くなったのでめっちゃモコモコに着込んでます。さあ、何でしょう。今日はウイスキーがいっぱい並んでます。アードベック、イチローズモルト、ラフロイグ、チター、角、1,2,3,4,5種類のウイスキーを並べてみました。今日は年末にいただき物の各以外いただき物なので高級ウイスキーばかりですけど、飲み比べしながら年末のキャンプ、冬キャンプやっていこうと思います。こんなに高級なウイスキーが並んでますが、まずは大好き金麦から一杯だけね、ビールを飲んでいこうと思います。で、初めてのタープ泊。真冬で寒いけどお酒を飲んで温まっていこうと思います。乾杯。おゆちゃんの喉をビオネちゃんねろ。うまい。やっぱり金麦は裏切らないですね。このお酒に囲まれて焚き火を見ながらキャンプできてるの最高に楽しいです。幸せ。何から飲もうかな。とりあえずやっぱ角かな。角から飲んで、味の濃さで言うと角、チタ、ラフロイグ、イチローズモルト、アードベック、多分この順番に濃い。人それぞれかもしれないですけど、お湯が思う。なんでこっちから飲んでみようかなと思います。今日の晩ご飯はかき鍋と締めのかき味噌煮込みうどんっていうメニューを考えてるので、これを作りながらね、ウイスキーも楽しんでいきたいと思います。今日はですね、家から具材をほぼ切ってきました。これは実家にあった牡蠣を、ネギとお揚げと昆布とかまぼこ、あと白菜とお花形に切った人参を、まずはお出汁を炊いていきます。
ここにだしパックえい、昆布出します。火をつけてこのままちょっと出汁を取っていきます。出汁が沸きましたので、だしパックと昆布は取り除きます。具を入れていきます。まずは白菜、花形の人参、生牡蠣でもいける牡蠣を。はい、ということでこのままちょっと煮込んでいきます。いってらっしゃい。特製ポン酢を使ってかき鍋食べていきます。じゃーん、ということでかき鍋完成しました。めっちゃ美味しそう。いただきます。 YouTube ライブ、まもなく YouTube ライブをつけるところです。かき鍋を YouTube ライブしながら食べていこうと思います。 YouTube ライブと YouTube の撮影と同時にやってます。今ウイスキーを飲み比べをしようと思ってこんな感じで準備しました。みんなとあゆちゃんなのだ。リオねじゃねえろ、乾杯。安定の定番の角もハイボールです。普通にうまい。そりゃそうだよね、角だもんね。牡蠣からいこっか。うわー、最高かよこれ。牡蠣いただきます。うまっ、めちゃくちゃ美味しいわ、牡蠣。じゃあ、かまぼこ。白菜もね、いい感じに。マジでポン酢が美味しい。最高。うまい。牡蠣もう一個ありました。見てみて。人参お花柄に切りました。唯一の女子力をここで見せました。ノーカットを見たい方はよかったらメンバーシップに入ってアーカイブをご確認ください。はい、角ハイボールを飲み終わりましたので、次チタだね。もうね、ほんとこれ最後になってくればくるほど味がわからなくなりそうだけど。ローテーションチタハイボールで乾杯。めっちゃ飲みやすい。なんか角よりももしかしたらスッキリかもしれない。お湯的にウイスキーって高くなればなるほど味が濃くなっていくイメージだったんですけど、チタはなんかめちゃくちゃスッキリだ。チタ飲み終えました。次ラフロイグ行きましょう。全部シェラカップの 50ml でやってます。ラフロイグハイボール。やっぱこれなんかね、この燻製っぽい味なの。これ燻製っぽい味なんですよ。いぶした感じ、これがめちゃくちゃ好きです。酔わないようにね。いや、酔っちゃうよ。もう酔ってるよ。イチローズモルト飲む頃にはベロンベロンですわ。そろそろこのイチローズモルト飲みますか。もうね、味がわかるかな味がわかるかわからないレベルで結構いっぱいパレてますけど。じゃあ1個違いを言うと、こっからコルクになったこれが下までは回して開けれるやつだったんだけど、もうイチローズモルトともポンっていうやつです。やばい、80ml 入れちゃった。飲んでる人も飲んでない人もみんなと愛ちゃんののいいよね、ジャニーロ乾杯。怒られそうですけど、いぶされた美味しさ、めっちゃ美味しい。イチローズモルト飲み終わりまして、最後アードベックを飲んで終わろうと思います。アードベック結構酔っ払ってる。アードベックで乾杯。うまっ。語彙力のなさね。一番焚き火っぽい。それで怒られそう。美味しい。バイバイ。バイバイチー。YouTube ライブ終わりました。皆さん遊びに来てくれてありがとうございました。ということで今から味噌煮込み牡蠣うどんを作って食べようと思います。
ちょうど腹ペコになってきたので、いい感じで美味しく食べれると思います。ということで作ってくだしを温めました。即席スガキ屋の味噌煮込みうどんをやっていきます。多分1個は多いんで半分にしていきます。半分の多い方にこれ茹でて、ただの麺だけでもめっちゃ美味しそう。牡蠣の出汁がめっちゃ出てるんで絶対美味しいやつ。残った白菜と人参も入れちゃいます。大胆に、豪快に大胆に。ネギと、あと厚揚げ、なんか多分味噌煮込み結構厚揚げが入ってるんで、あとかまぼこ、メインディッシュですね。もう残りわずか。牡蠣入れちゃい。あ、変なところに逃げた。牡蠣も入れて、卵パン。味噌煮込みといえば卵。ちょっと蓋して待ちます。いってらっしゃい。パカーン。ちょっと早いかも、まだ。もうちょっとですね。今度こそできたはず。せーの、パカーン。やばい。感動的にできました。感動的な味噌煮込みが。ということでいただきます。最高のやつです。絶対美味しい。超絶美味しい。たまらんやつや。卵もせーの、よいしょ。わ、崩れたかな。味噌煮込み牡蠣いただきます。みんな大好きかまぼこから卵がうまっ。うまー。これ最高。幸せすぎます。これは卵もね固まってていい感じ。このちょい半熟ちょい固まった卵が最高。最高。美味しい。牡蠣です。牡蠣でっけえブリブリ牡蠣。うまっ。ネギもシャキシャキ。これマジで美味しい。インスタントと思えない味。寒い中のキャンプが美味しく感じさせるのか。いやでももうこれ自体が美味しい。絶対寒い中で食べるからさらに倍増でめちゃくちゃ美味しい。はあ、生き返る。牡蠣もう一個あるんですけど、ちょっと取っとこう。美味しすぎたんでさっき半分残したやつも食べちゃえ。ドボン。スープも半分残した。もう具はないんですけど、このただの麺だけでもめっちゃ美味しそう。麺のみですけどできました。牡蠣と麺いただきます。最高です。牡蠣の出汁が出てるのでスープがめっちゃ美味しい。超牡蠣の味がする。この残ってる具も全部取りたい。美味しかった。最後はハイボール飲んでごちそうさまでした。お腹いっぱいになって超幸せなのでこのまま眠りたいと思います。おやすみなさい。今日は焚き火が燃え尽きたら眠ろうと思います。もうちょっと頑張れ。結構ね元気なんでまだ少し時間かかりそうですが、もうちょっとで火が消えるので、あれが消えたら眠ります。テントの中に引きこもりました。意外とね広くはないですけど、ストーブとかもまあ置けるぐらいのスペースはあるっていう感じです。タープ泊結構楽かもしれないです。ということでおやすみなさい。また明日。おはようございます。今朝はめっちゃあったかいです。朝ごはんはこのパンを
食べます。ちょっと炙ろうかなって思ったんですけど、焚き火を片付けちゃったのでこのまま食べたいと思います。いただきます。うまい。そしてね、コーヒーとかも忘れちゃったので水。あんまり朝ごはん食べない派だし、朝はどちらかといえばパンよりは米派なんですけど、たまのパンも美味しい。ごちそうさまでした。よし、レッツお片付けです。昨日ですね、全貌が見せれなかったんですけど、今日のキャンプサイトはこんな感じになってます。こんな感じでカラビナで閉じるとフルクローズもできます。ちょっとね、たるんじゃってますけど。ということでお片付けしていきます。今回のタープ泊は自分史上一番お片付けが楽でした。お片付け完了。ひどい酔っ払いキャンプでしたが、お付き合いありがとうございました。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。そして泥酔ベロベロ配信大変失礼いたしました。自分の酔ってる姿を見て気持ち悪くて大反省。反省はしたけど、当分お酒はやめられなさそうなおゆちゃんです。そして皆様の応援のおかげで YouTube の収益で初めてカメラを購入しました。いつも本当に応援ありがとうございます。今回おゆちゃんの使い方がポンコツすぎてかなり画像が荒いのですが、もう少しマスターすれば綺麗な映像が撮れるはずなので、これから頑張って勉強したいと思います。キャンプレベルも YouTuber レベルもまだまだ底辺な私ですが、これからもクスッと笑える動画をお届けできるよう頑張りますので、チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ではでは、バイバイチー。